一度開封した抹茶はどのくらい持つんだろう。ということで今回は同じ抹茶を買って開けたすぐと3ヶ月経ったもの、そして半年経ったもので比べてみます。粉が飛び散らないように気をつけてください。結構ね、開けたてっていうのは粉が飛ぶんですよね。この開けた袋はこうですね、中の空気を抜いてあげて、しっかりとクリップで留めてあげます。空気に触れないようにするのがポイントです。これで OK。 まずは今日買ってきて開けたすぐのお茶を立てましょう。水で軽く溶きます。香りがすごいですね。開けたては違いますね。だいたい80度、85度くらいを目安に注いでください。色も非常に綺麗です。すごい泡立ちやすいな。で、最後ぐるっと回して真ん中から引き上げると完成です。はい、次は3ヶ月前に開けて、それから何回か開けたり閉めたりしているものです。業務用のシーラーでしっかりと密封し、常温で保管していたものです。見た感じはね、特に変わらないような気がしますが、どうでしょうか。やっぱり3ヶ月経ってるとダマがしっかり残る感じがしますね。なのでもしかしたら茶こしを使った方がこういう場合はいいのかもしれませんね。ちょっと丁寧にダマを潰してあげます。密封していたって言っても一度開封するとやっぱり湿気で固まってくるんでしょうかね。そんなに長い間放置していたつもりではありませんでしたが、3ヶ月くらいあっという間に経ちますね。でも特に問題なく非常にきれいに立てれました。できました。見た感じは変わらないですね。次は5ヶ月と2週間経ったものですね。もうほぼ半年経ってると言っていいでしょう。こちらも常温保管です。色合いが一気に悪くなってますね。同じお茶なんですけどもね、これだけ色が違うんですね。見た感じのお茶も粗いというかね、香りもなくなんかボソボソした感じですね。これも同じくダマが残りやすい感じがしますね。開けたすぐはあんまりダマは気にならないですけども、何ヶ月も置いているんであれば茶こしでこした方がいいんかもな。丁寧にダマをなくしていきます。特にこれは本当に保管が悪いというかね、空気が入っているものほど湿気とかでダマになりやすいんでしょうね。これはまあ要注意ですね。なかなかダマは取りきれない。まあこういう場合は例えばスプーンとかで潰してあげるとかいいかもしれません。ここまで塊が多いと乾いている時に茶こしで一回こして細かい粉末にする方が楽ですね。まあ時間をかければ塊も少なくなるので水で溶く方法も
問題ないって言えば問題ないですけどね。泡立ちは若干やりにくいかなと思ったんですが、そんなに気にならないですね。お湯の温度を80度ぐらいにしておくと問題ないですね。さあ、それでは比較していきましょう。わかるかな？茶碗の色が違うので若干見にくくはなってるんですけども、ちょっと白っぽいでしょ。白っぽくて若干黄色っぽくもあるという、これが開けたてです。でこちらが半年、約半年です。開けてからこっちが3ヶ月、半年。この3ヶ月と半年の差は激しいですね。まだこっちの3ヶ月の方が青い感じがするんですけども、こちらは半年経ってるものは黄色く見えますね。色が違いますね。ではいただきます。まずは開けたてのものをいただきます。抹茶本来の味がふわっとしてきてとても美味しいですね。飲みやすいです。3ヶ月後、開けて3ヶ月後のものですね。そんなにね、明らかな違いっていうのはそんなにないです。開けたてとあまり変わらないということですね。若干香りが少ないなという感じですが、味に関して言うと違いっていうのはないですね。ほとんど冬場だったのでね、温度が上がらなかったからかな。半年後のものですね。なんかちょっとね、苦くはないんですが、ちょっと味が抜けてる感じがしますね。色も悪かったですしね、何かしらの変化はあったということですね。お茶っぽくなってるというか、本来のお茶の味じゃないなという感じではあります。まずくはないんですけどもね、まずくはないけどもランクが落ちた感じがしますね。全て同じランクの、同じ銘柄の、同じ値段の、同じブランドの同じものを買って、本当に開けた期間だけの違いなので中身は一緒なんですが、味わいは、この3ヶ月と6ヶ月の差は激しいですね。でそれはもう見た目にも表れていて、見た目の色合いがちょっと悪くなった、黄色くなったなっていうと、味わいもそれにつれてちょっと悪くなってる感じがします。飲めないことはないって感じですね。もともとのお茶がいいお茶なので、すごく飲めますが、本来の味じゃないです。もったいないですね。なので3ヶ月くらいまででしたら全然いける感じかな。今回は冬場だったので温度がそんなに上がらなかったからね、開けてから室内常温保存でも3ヶ月は大丈夫だったということでしょうかね。でも開けたての方がうまみとかも含めてしっかりと感じられることは確かですね。いける感じですね。いける感じやな。なのでしっかりと気密性の高いような状態で保管しておけば、2、3ヶ月は持つかな。でも
半年はちょっと厳しいなって感じです。で特に買ったのが夏の8月くらいに買ったので、高温の時期を過ごしてたっていうのも劣化した原因ではあるかもしれません。冬場に 2,3 ヶ月だったらまあまあ味は変わらないかなっていうことなので、もしかしたら夏場でしたらこれ 2,3 ヶ月じゃなくて1ヶ月2ヶ月くらいで味わいは変わるのかもしれません。結構違うもんですね。パッと見てね、色が変わってきたなと思えば、もうそろそろ飲み切らなきゃいけないっていうふうに判断していただければいいんじゃないでしょうか。時間が経つのは早いですからね。もったいないな、味が変わってしまうと。なのでたくさんいろんな抹茶を楽しむっていうよりかは、一個一個飲み切って、はい次では次っていう風にしていくっていうのがまあいいんじゃないでしょうか。さあ片付けの方法なんですが、こちら茶筅、先に抹茶が残っている状態ですね。このお茶をきれいに洗う必要があります。茶筅師の方に聞いた一番いいこの茶筅の片付け方です。でお湯使います。お湯を注いでまずお先をこう洗います。で全体的にきれいに取れるまでしっかりとこう振ってあげるとね、取れていきますからこう取っていきます。この時糸は濡らさないようにしてください。でここで大事なのは洗剤は使わないということですね。洗剤が残ってしまうかもしれないんですよね。なのでできるだけ熱湯でですね、これは熱湯でしっかりと洗ってあげるという、こう乾かすんですが、そうするとこの中が湿気がこもってしまうということなので、こうやってちょっと溶け玉開けてあげるとかしてあげるか、もしくは何か洗濯バサミみたいなものでこう吊り下げると一番ベストと聞きました。完璧に乾く前に例えば入れ物とかに入れてしまうとまたそこからカビが出てくるかもしれませんので、必ず完全に乾かしてください。でこれも直射日光とかに当てると竹が割れてしまうので、できるだけですね直射日光に当たらない場所で乾かしてください。抹茶は太陽の光を遮って作ったお茶の葉を蒸して乾かします。その後葉っぱの部分だけを抜き出し、葉脈などの硬い部分を取り除いたものがここにある天茶です。この天茶を石臼でひくことで抹茶にします。石臼はこのように2つに分かれていて、上と下の石の溝ですりつぶして粉末にしていきます。半時計回りに、上から見て半時計回りに回します。約1秒間に1回くらいの速度で回していきます。1時間回しても 30g から 40g くらいしかできない非常に手間がかかる作業になります。